じゃあ今日は田中良樹さんのアトリエにお邪魔していろいろお話を聞いていこうと思います。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。はい。今日、ここは、普通に田中さんがいつも制作されている場所。そうですね。だからここの場所がまあ外から見たら割ともう普通の古民家なんですけど、ここで物作る系の作業は全部ここで、PC やら絵を描いたりイラスト描いたりとかは、別の自分の家でやってるっていう感じで。具体的にじゃあ結構手を使う仕事で立体物作ったりとか、立体物作るとか、絵描いたりとかですか？ゴミが多く出るような作業とかは基本的にここでやるっていう感じでやってますね。映像を撮ったりとかもするんですよね。映像を撮ったり、だからここのロケーションがもう完全に和室みたいな感じなんで、そういう風な映像を撮るだとか、なんだろうかな、ちょっと遠くから撮るようなものだとか、そういうことは割と。だからここにグリーンバックとか貼って、合成用の映像を撮るとか、これの外に空き地とかがあるんで、そこでグリーンバックで合成用の映像を撮るとかっていうことも、たまになるほど。やっとり。田中さんはもともと彫刻家。もともと彫刻家ですね。で普段は別にいわゆる彫刻家のイメージする木彫とか石彫とかそういうのではなく、そうですね。どういった感じでイメージを膨らましてそれを実際に形にしようとかするんですか、いつも？だから本当に完全に自分の場合は絵とかから描いたりとか、その内容から、どういう立体作るかっていうのを考えて作ったりして、大体普通に木彫の作家とか感じじゃなく、木彫の人とか鉄やってる人みたいな感じで、素材スタートみたいな感じでは別にないので、なんかまあ本当に、作りたいものを一番安く、早く、軽く作れる、方法でやるって感じですね。だからこういうアトリエでも作れる。一方でコントとかそういう演劇だとか、そういうご自身が演技したりとか、そういう戯曲を書いたりとか、そういうお仕事もしてますよね。そうですね。なんか今回僕が田中さんをこのトドックのプロジェクトに誘ったのは、そういう結構ストーリーを書いたりとか、そういうことも単純に立体物を作るとかだけではなく、そういった文字を使って何かを考えていくっていうのも得意なのかなと思って声をかけた部分もあって。そういう感じだったんですね。だからそういうストーリーを書いたりするのとか、何か書くことっていうのも好きだったりするんですか？そうですね。だからもともとはやっぱ美術が高2から始めて、今もやってて、その演劇に関しては高1からスタートしてるんで、基本的に。だからちょっとだけ演劇歴の方が長いんで、なんかもしかしたらそっちの方が土台にあるのかもしれないですし、なんか特に結構これは美術やってて途中から気づいたんですけど、演劇と作品作るっていうことが結構つながることが多くなってきたんで、なんか必然的というか、最近だと結構展示の中のインスタレーションとして舞台作って、そこの中でストーリー作って演技やるみたいなことが結構やるんですけど、その方が最近だと結構ね、結構自分の作品って割と自分が材料をしてなんか説明するみたいなこと多かったんですけど、それって結構ちょっと飛び道具というか、パフォーマンスも含まれてるというか、ちょっと鬱陶しいじゃないですか。なんかそういうなんかね、服屋の押し売りみたいな感じで。でもそれじゃなくて舞台の上でやるってなるとやっぱちゃんとパフォーマンスとしてできるし、そのストーリー作って、その作品の意図もちゃんと伝えることができるんじゃないかみたいなところから割とスタートしたんですけど。結構じゃあ人前で何かやるっていうのは好きだったりする？そうですね。だから割とネクラだったけど目立ちたがり屋な子だったんで、やっぱずっとそういう感じで引きずってきてるのかなっていう感じですね。
結構じゃあ先ほどの話だと何かものをこう具体的に作るっていうのと演劇を作るっていうのは特にこう使い分けてるわけではなく、そうですね、どっちもこう関係し合いながらみたいなことが最近は多いっていうことですか？そうですね。なんかこう割と自分の作品っていうのが割と昔の美術作家とかの、引用とかが多かったりするんですけど、結構その中にこうなんでしょうかね、結構劇作家とか、昔の劇作家とかの話も結構入ってきて、なんか結構最近なんでしょうね、こう美術作家の歴史も面白いんですけど、やっぱこう演劇の歴史っていうのも結構面白くて、なかなかこう派手なことやってたり、結構、尖ったことやってる人とかが結構昔にたくさんいるんで、結構そういうところから引っ張ってくるのもなんか割と刺激的というか。なるほどなるほど。だから結構気に入っておりますね。だからそういう演劇の世界をこう美術の舞台でこう見せていくみたいなこともすんなりできる。すんなりできるというか、そうなんですね。かなと思ってますね。今回のその届くという、今回のプロジェクトはこう多様な背景を持った人とこう直接会ったりとか、オンラインで同行したりとかいうのをせずにこう手紙などを通して間接的なこうコミュニケーションして一緒に何か作り上げていくっていうプロジェクトなわけですけど、その話が来た時はどういうふうに思いました？自分で何ができるかなみたいなことを考えたとか。そうですね。なんか最初来た時は手紙のやり取りって言っても本当に1、2ヶ月やってもそれでも並行した作品も作ってバーンって出すみたいな。子供とやり取りするんだったらもう、例えばちっちゃい子がこういうものを作ってほしいって言ったらそれをじゃあ作りますって言ってドーンと出すとか、なんか自分も文章を書くとか、なんかそういうことを割と即時的な対応でやろうかなって思ったんですけど、こう聞いてみたら3年やるっていうんで、結構だからもう少しちょっとそういうやり方じゃない方向に今なってきてるかなっていう感じですね。とりあえず最初話聞いた時は結構割と楽しみではあったんですよ。なんか手がちっちゃい今子供の家っていう児童養護施設のことを手紙交換してますけど、どういうことを考えてるかっていうのがそういうのなかなかなんか例えばニュースだったりだとかそういう児童養護施設っていうものがあって、なんかそこの話とかっていうのはなんか物語だとか、ね、松本太陽のサニーぐらいですか知らなかったりとか、なんかどういうものか全然知らなかったりしたんで、ちょっとなんかちょっと自分も一個知る機会かなっていう感じでちょっと。時間をかけて理解というか知っていくというか、そうですね。今もお話に出ましたけど、今回その作家たちにいろいろ多様な背景を持った人とやるプロジェクトっていうのは伝えて、その上で作家たちがどういった人たちと一緒に共同していきたいかっていうのを初めに聞いたと思うんですけど、その中で田中さんが子どもたちと何かやりたいっていうふうに言ってくれた記憶があるんですけど、それってなんか特別な思い入れがあったりとか、子どもたちと何かをやるってことがなんか得意だったとか、なんかやりたかったっていうのがあるんですか？自分全然得意ではないですけど、でもやれるならそっちがいいかな。自分がなんか基本的にですけど、なんか誰かに何かするとか、なんか結構多分ね、手紙交換したりとか、いろんなものを送ったりとか、絵を描いたり、作品とか作って送ったりみたいなことをするときに、やっぱちっちゃい子が、子供がいいなって思うんですよ。なんか子供に何か、してあげるっていうとちょっとおこましいですけど、なんかそれはなんか自分の中で絶対にいいことだっていうのがあるんですよね。なんか結構、子供の時になんか得たり、聞いたりしたことって結構ずっと残ってたりするんで、なんか結構そういう、
なんかこう、経験を上げるっていうのも結構おこがましいですけど、なんか結構そういう、やってちょっと子供と関わるのことは、なんかできるだけ自分の中でこう、やった方がいいっていう。一応そういう、まあ問題意識とまで言うとちょっとこう、ね、でかすぎますけど、一応そういうのはあったという。そうなんですね。なんか、こう、田中さんは初め、こう、手紙を送ってもらって、その後なかなか返事が来ない時期が結構続いて、そうですね。どうしようかって話でも、このまま最後まで来なかったら、まあ来ないかったっていうので、なんか作ろうかなみたいなことも言ってたと思うんだけど。そうですね。あの間の時はもうどんな感じだったんですか？まあひたすらなんか送り続けてたんでしたっけ？なんかまあ、プラスでまたもう一つ送るとか、まあその後まあ来たりしたんですけど、まあその後は来なくなった子もいますけど、まあそんなもんかなぐらいの感じで。今はでも結局、あれですよね。何人と今やり取りされてるんですか？最近新しい子が出てきて、入ってくれたんで、一応なんか手紙送った人数的には6人、5、6人、5、6人なんですよ。まあ来なくなった子もいるんですけど、でもそんな感じでやってましたね。だから、まあ一人結構ずっとすぐ返事くれる子とかもいたりして。どんな感じでやり取りしてるんですか？もう本当会ったこともないから。会ったこともないです、ね。まず自分の紹介をして。自己紹介して、向こうも自己紹介してくれて、本当に最近こんなことがあったみたいな。なんか今日もうなんかね、新しく手紙もらって読んでましたけど、本当になんか中学に進学して、新しい友達できたよ。本当にそんなもんです、ね。なるほど。そういうのはやっぱこう、不思議な体験というかあまりない体験ですよね。ないですよね、だって。知らない人とね。知らないし、知らないちっちゃい子ですからね。でもなんとなくそのやりとりしていく中で、その相手のこう、パーソナリティだったりとか、どういうことに興味があってっていうのはなんとなく分かってくるもんなんですか？まあでもそうですね、大体なんとなくですけど、本当に徐々にっていう感じです。それはあれですか、向こうの子供たちも田中さんのことをなんとなく分かっていってるんですかね？どうなんですかね。だから本当に、ね、こう昔ってだって、文通がこうコミュニケーションの主だった時代って、やっぱこう、一番最後メインイベントって会うじゃないですか。じゃあ会ってみましょうみたいな、なんかこうね、こう、ね、昔ありましたよね。なんかこう、まあ今もなんかマッチングアプリとかあるんでしょうけど、なんかね、メル友とかもなんか、メールの末にこう、会うみたいな。こう、どんな人なんだろう、ドキドキみたいなね、やつなんで、こう、だからこう、割と、その部分が今ない感じなんで、こう、どういうモチベーションでやってくれてるんだろうみたいなところも結構あったり。まあ、だから、割と、できるだけ楽しい文章を書いたり、絵描いたりして、なんか一応ね、得した気分になってもらえたらなと思ってやってはそういう何かをこうその子たちに届けたいみたいなこうサービス精神みたいなのがあるんですね。そう、一応毎回そのサービス的なものは入れるようにして、絵入れたり、一番最初の方とかね、なんか立体みたいなやつ送ってあげたり。送ったりとかして。それ子供たちも嬉しいでしょうね。なんかどうなんですかね。なんか、実際どれぐらい喜んでるのかがよくわからない。まあ手紙ではありがとうみたいなこと書いてくれたりするんですけど、なんかね、ちゃんと撮っといてくれたらいいな、みたいな。そうね。まあ立体かさばるから最近なんかイラストとかにしとこうみたいな。捨てられてたら悲しいもんね。なんか立体だと壊れたり捨てられたりする率がちょっと高いだろうなという感じなんで。その田中さん自体には、このプロジェクトに参加して何かこうちょっと変化があったりとか、何かこう制作にこう影響が及ぼしたりというか何か変化が変わったことがあったりとか、こう、それによってこう、新しく手掛けることがあったりとか、なんかそういうのあったりするんですか？なんか、あれですね。昔は、世の中の、例えば、問題とかだったり、そういうもの
割と直接的に扱うような作品とかも、まあ、昔結構あったりはしたんですけど、そう社会問題とか社会問題とか、その世でね、なんかこう、問題になってることだとか、例えばこう、まあ結構昔ですけど、本当に、例えばこう、シールズとかが出てきて、その安保デモとかが盛り上がった時、結構それを直接作品にするみたいなこととかも昔はやってたりしたんですけど、なんかそういうものをあんまし、その直接扱うことがなくなってきたなっていう感じですかね。なんかこう、特になんか今回ね、やり取りしてて思ってて、なんかその手紙の内容だとか、その手紙のやり取りしてて、こう、彼女らがこう抱えてるような問題とかを、なんかそういう、なんか直接見せるようなことを、なんか、がちょっとこう、嫌だなということは。ご自身でやりたくないなっていうのがあったってことですか？最初の方はなんか、本当になんか、ね、その、例えば、割と直接的にその児童養護の問題だとか調べて扱ってみようかとか、そういうこともちょっと思ってはいたんですけど、本当にやり取りするうちになんか本当になんかそうじゃなくていいなみたいな。なんか今回がサミュエル・ベケットの五道を待ちながらっていう舞台作品、戯曲を結構モチーフにしようと思ってるんですけど、なんかこうそういう何かこうなんか自分の作品としてなんかこう、よりもなんかそういうものに託した方がなんか、こう、もっと未来まで、なんかその、自分が今回この作品で言いたかったことだとか、そういうものがなんかこう、もっと未来まで届くんじゃないかみたいなことを、なんとなく最近思うようになったんですよね、なんか。それはなんかそういう、なんていうんですか、引用だったり、何かそういうフォーマットを借りるっていうことの何か面白みを最近感じてるってことですか？そうですね。なんか結構最近仕事でいろんな美術史とかまとめたり、演劇の、その、まあ昔の歴史的な作家とかの、作品とかを結構ね、まとめたり文章にしたりするみたいな仕事をやったりしてるんですけど、なんかこういろいろ調べるとやっぱりその、この前なんか、そのベケットについても調べてたんですけど、やっぱりこういろんな劇団とかが、その彼の作品をどう解釈して、まあ演劇ってこうすごくいろんな、歴史的作品ってこう再演されたりするじゃないですか。こうシェイクスピアとかを、今もいろんな劇団がやってたり、ジェイホフをいろんな劇団がやってたりっていうのあったりするんで、こう、いろんな劇団がどういう解釈をしたかみたいなやつをいろいろこうまとめて載ってたりするわけですよね。だから、なんかこう、例えば、彼らがもし新しい劇をやってもそんな残んないんですけど、こう、なんかいろいろね、なんかそういうのをまとめた本とかがあったりして、なんかこう、彼らがその作品をどう解釈してったかみたいなやつが、こう、ベケットの偉大さに乗っかって結構、なんかもう、ね、辞書みたいな感じで調べられるわけなんですよね。なんかそういうのすごくいいなって思って。なんかもしかしたらなんかこういう感じでなんかこう未来に作品を残すっていう手ももしかしたらあるんじゃないかっていうふうにちょっと最近思って。なんかでも単純に結構その今回のベケットの五道と今回のやり取りでこう考えてるようなことの問題意識が結構重なる瞬間っていうのは結構あったりしたんで。今回のっていうのはこの届くの時に田中さん考えていたことと五道を待ちながらが何かどこかで通じるものがあるってことですか？最初はギャグだったんですよ。最初は八木さん郵便の話ずっと考えてて、ね、ヤギって英語でゴートで、ずっと手紙来なかったんで、自分手紙待ってんの、五道待ちながらって、五道って五道は、ゴッドの、なんかメタファーで、こう、ね、ウラジーミールとエストラゴンっていう、こう、不老者がずっとこう、五道っていう人間待ってるけど、やってこないみたいな。なんかこう、そういう、で、そのまま永久に来ないだけの話なんですけど、なんかこうね、不条理劇の金字塔みたいな感じで言われとるんですけど、なんか、ね、最初ギャグのつもりで、ね、こう、ゴートが手紙を、
を待つみたいな。ああ、手紙の神様手紙を待つみたいなギャグで考えてたんですけど、なんかこう、割ととてもこう、五道、例えば、そのね、五道、例えばこう、震災直後に、その被災地での路上でやってた劇団があったりとか、その、海外とかだと、デモの会場でゲリラ的に五道をやるとか、なんかこう、結構その、なんかこう、すごく閉塞した、なんか閉塞感のある時代の象徴みたいな感じで結構扱われる劇で、なんかその中でこう、それをやるっていうことで、なんかこう、まあこう、結局なんかその五道って話が、ウラジミルとエストラゴンがこう、神様待つけど来なくて、なんかまあ、もう死んじゃおっかっつって自殺しようと思ったけど、失敗して、あ、じゃあまだ待とうかみたいな感じで終わるってだけなんですけど、なんか、その、なんでしょうかね。なんかちょっとこう、希望あるのかないのかちょっとよくわかんないようなラストではあるんですけど、結構、なんだろう、その部分になんかこう、もうちょっとこう、希望を強めたような解釈で、なんか自分作れるんじゃないかなとか思ったんですよね。なんか、きっと、その、もしもですよ、なんかもしもその手紙やり取りしてくれた子たちが、もし、多分ないかもしれないですけど、自分の展示見に来てくれて、なんかこう、いつか、もし五道を知った瞬間があったとしたら、そこでなんかこう、急にリンクするんじゃないかな、みたいな。こう、あの人なんかこんな暗い話をなんかこう、こんな希望満金の話で作ったんだみたいな。なんか、こう、いろいろこう、ね、文化がこう引き継がれていくみたいなところ、なんかこう、もう本当に最近世の中超希望ねえなみたいなことを思うことあるんですけど、なんかこう文化が引き継がれていくみたいな、なんか今もどっかの劇団が五道やってるとか、シェイクスピアやってるとか、チェーホフやってるとか、ブレシトやってるっていうことにだけはめちゃくちゃ希望を感じるんですよね、なんか。面白いね。だからなんか自分もなんかそれの一つになろうみたいな。なんかこう、演劇はなんかそれが面白いのかなっていう気がします。なんかこう、ね、こう、美術だったらね、なんかこう、ね、ピカソをなんか模写して引き継いでいくみたいなことはないじゃないですか。で、ピカソのゲルニカを模写して、で、しかもこういう解釈で、まあそういうのもあったりしますけど、そういうね、こう、引用する作品もあったりしますけど、なんか、その演劇っていうのはなんかよりそういう要素が強いというか、こう、その再演っていう方式で誰でもシェイクスピアをやったり、ね、いろんな過去の有名な劇団の劇をやったりするっていうところでなんかこう、なんかもしかしたらそういうやり方でなんかこう、未来になんかが届くかもしれないっていう。結構じゃあやっぱり今回やり取りしてくれた子たちにはやっぱ見に来てもらえたらすごい嬉しいなって。見に来てくれたら嬉しいな。むしろその子たちに向けてやっぱりやってる部分もあるってことですか？そうですね。やってる部分もあるし、だからちゃんと記録を残して、まあね、こう、あの時見た時は何にも思わなかったけどみたいなことがあったりしますからね。なんかまあその、まあパッと見て面白いみたいなところも作っとこうかなとは思いますけど、なんかその、まあ、でかいね、彫刻作るとか、そういう、ちょっと可愛い要素だとか、その、ね、やっぱりその、今回3組手紙やり取りしてる人がいて、なんかね、こう、なんか自分たち、一応、ね、3チームあって、なんかこうね、自分が乗った田中良樹っていう船の作品つまんねえなみたいになるとちょっとね、寂しいから、自分女の人のが良かったみたいな作品にするなら、はるかちゃんのに
作品にしてもらった方が良かったみたいな風になったらちょっとね、寂しいから、なんとかね、こう、良かったなという風に。一応じゃあなんかそういうこう、グループ意識というか、何か共同でなんか落とし込みたいみたいなのあるってことですね。そうですね。まあ、多分なんか展示になったらそういう風に思っちゃうと思うんで、やっぱ。なんか今回のルールとして、会ってはいけないっていうルールがあって、はいはい、直接。そうですね。ただ、あれですよね、田中さんは、一度だけ、施設に行って、遠くから子供たちを見たことがあるんですよね。見ましたね。元気そうでよかったです。あの子があれなのかなみたいなこといろいろ想像して。それはでも思いましたね。思いましたよ。でもそれで結構急に解像度が上がって、急に解像度上がったのと一緒に、やっぱり手紙の内容みたいなものを直接扱うのはやめようっていう。決めたっていうか。っていうふうに思ったし、結構そんなんがこう、子供らがどういう子だかっていうのもちょっとカブンさんから多少ね、伺ったりして、なんか、ね、まあ、もちろんそれぞれにこう、ね、こう、例えば、まあ背景がいろんなバックグラウンドを持ってたりするんで、なんかそういう話も聞きつつ、なんか、もう少しこう、自分はもうちょっと、まあこれもなんかこうまたね、一個勝手なのかもしれないけど、なんかもうちょっとこう、未来にもっと希望が持てるような作品を作りたいっていうことは、でも思ったっていう感じですね。バスケしてましたね、みんなで。なんかでもね、それで、そういう田中さんの思いが伝わるかどうかはわからないけど、ただそれが届くかどうかわからないけど、田中さん自身が何かこのやり取りの中からそういうものを生み出してきたっていうのはやっぱり、そのプロジェクトを経てっていう感じですよね。そうですね。で、なんか、もしかしたらこう、その子たちには届かんかもしれないけど、それを見に来た別の人には何かが届くかもしれないし、全く関係ないけど、見て、いいなって思うみたいなことはあったりするかもしれない。なんか、あれですか、実際にここのスタジオで今度の渋谷でやるものの一部分を作ったりとかもうし始めてるんですか？それに関してはまだ作ってないですね。まあでもイメージは膨らましてって。そうですね。基本的に毎回自分の作品の制作期間がどんなでかい個展とかでも基本2ヶ月なんですよ。だからもう2ヶ月前ぐらいから多分ガーッとやる。ガーッて作ると思います。多分結構先に形を作ると結構それに引っ張られちゃうんで、なんかあんましこう、まとまってないうちはそんなにやらないかなっていう感じですね。なんか待ってんですね。何か降りてくる。降りてくるっていうか、なんかまあ、もう締め切り近くなったらやり出すみたいなやつがもしかしたら正しいのかもしれないですけど。でも、あれですよね。どんな感じにするかもある程度決まってて、舞台を今回も作る感じですね。そうですね。さっき言ってたことを待ちながらの、そうですね。舞台を作るっていうのが、まあ、大きな、コンセプトとしては決まっていて。そうですね。まあ、5度を完璧にやるわけじゃないんですけど、なんかまあ、それをモチーフにしたコントみたいなものだったり、そういうスケッチみたいなものをやるっていう。なんかちょうどね、こう、あれですね、渋谷公園通りギャラリーの目の前にパルコがあって、パルコ劇場前劇場っていう感じで、やっぱちょっとテンション上がりますよね。やっぱ渋谷パルコのね、劇場は有名なんで。伝統ある。そうですね。あれですか、じゃあ今回も、その会期中、実際に田中さんが、その舞台も作るし、舞台の中で演じるのもするしって感じですか？そうです、そうです。じゃあそれで子供たちが来てくれて、ついに顔を見るみたいなことが起きたら、またそれも、あれですね。そうですね。感動的というか。感動的になるのか、多分でも自分のね、コントって基本的にさして面白くないんで、うわぁ、なんか、こんなくだらない人だったんだみたいなね。まあ、それはそれでね。まあ。いいですけどね。それはそれでね。なんかこう、その手紙やり取りしてる中で、こう、もう社会人というかもう、働いてる
人もいるんですけど、その人はこう、普通に、なんか本当にちっちゃい小劇団の劇とか見たりするのも好きらしい。そうなんらしいんで。じゃあ目が、そうですね、多分。そういうのに慣れてるっていうか、よく知ってるのかもしれないですね。そうですね。だからこう意外と、そういう人は意外とこう面白くなくても温かい目で見てくれるというか、なんかこうテレビとかで見るものって基本的に最高峰だったりするんで、なんかそういうのにも、そういうのがこうエンタメだって思ってる人にとっては結構きついかもしれないっていう。まあでもそれは楽しみですけどね、その反応も含めてね。だから温かい目で見てほしいなっていう。初めからそういうふうに言わなくてもいいですけど、そうですね。厳しい目でも見てもらって厳しい目で見てもらっていいんですけど、なんかね、こう、未来へ届けたいとか言ったり、こう、見ないでほしいとか言ったり、どっちなんでしょうね、みたいな。どっちもあるんでしょうね。でも楽しみにしています。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。そうです。